はいどうも、料理人 VTuber の高見仁でございます。ということで、毎週火曜日台所革命のお時間でございます。ということで今回のね、テーマの方なんですけども、せーのドン。はい、こちら鶏のもも肉の焼き方になりますね。で、まずね、鶏のもも肉の一枚焼きをまずねお見せして、で比較対象のシーンからちょっと見ていただこうかなと思っておりますので、早速ねもうこちら実践の方からお見せしたいなと思っておりますので、早速行ってみましょう。それじゃあ皆さんのグラフィックボードの方をインフィニティにします。じゃあいきますよ。せーのドン。はい、じゃあ早速焼いていきます。まずね、フライパンよく熱したところに鶏肉を、こんな感じでもうぐんぐんね焼いていきます。どんどん身が縮んでいってますね。でこんな感じでね、表面焼けてきましたね。はい。で裏返して、そのね身の方にも火を入れていきます。でこんな感じですね。でどうしてもここの部分がこうブヨブヨしてしまうっていうところですよね。ここですね。で他の部分はしっかりねこうカリカリになってるんですけども、どうしてもここのところだけがこうブヨブヨしてしまう、よくある感じじゃないですかね。で私がやってるやり方は、まず一晩ですねキッチンペーパーに寝かしてます。で寝かせるときは皮目を下にしてですね、一晩寝かせております。こんな感じですね。でここでペーパーかぶせていく感じですね。では焼いていきます。なんですがフライパンはできるだけコールドスタートでいきます。まず油を引いて、もう温度の低い時点でもう皮から焼いていきます。こんな感じですね。で、ちょっとね火は強めていきます。ではここから5倍速ですね。で、見てわかる通りに、コールドスタートでも縮むことは縮むんですよね。絶対に縮みますので、その時にどこを押さえるかっていうところなんですよね。で、一回これでね、ひっくり返して身の方の縮みを防ぐのに、一度ひっくり返して焼き目をつけてますね。で、私一箇所だけしか押さえてないと思うんですよね。でこんな感じでひっくり返していただきますと、すいませんねちょっとカメラずれちゃってるんですけども、しっかりね全体的によく焼けてるのがわかるかなと思うんですよね。例の部分もしっかり焼けてますね。ちょっとねこのカリカリっていう音が聞こえていただければ OK かなと思ってるんですけども、こんな感じにしっかり焼けます。で見比べていただいて、最初にね焼いた方がどうしてもこうやってね身が小さくなっちゃうんですね。同じ規格の同じ鶏もも肉を焼いていてもこれだけ差が出ますし、ドリップもねちょっと先に焼いた方がどうしてもドリップ出ちゃうんですけども、出てくる量も縮む分だけそれだけ出てきますので、やっぱりかなり差が出てきますよね。はい。で、見ていただいた通りやっぱりここはブヨブヨしてしまってるっていうところですよね。で、こちらの方はもう全体的にしっかり焼けています。こちらもねしっかり皮も全面きれいに焼けてますね。はい。いやそれはね分かったよと。じゃあなんであそこが焼けねえんだよっていうところになってくると思うんですよね。で今ですねそれのなんであそこだけがブヨブヨなるのかっていうところをちょっとね今実際にね、お見せしますので、まず骨付きを今さばいてます。こんな感じでね骨を取っていきまして、でここも取っていただくと。そうすると皆さんよくご購入される一枚鶏の、もも肉のね一枚肉のこの小肉の形になると思うんですよね。
で、骨は実際にこういう感じで入ってるんですよね。で、お気づきかと思うんですけども、ここがね、よくね、ブヨブヨになる位置だと思うんですよね。で、ここが、要は膝になるんですよね。で、ここが、要は、問題になってくるということになってきます。では、再びね、もう一回5倍速で、お見せいたします。まず、コールドスタートで始めていって、徐々にこうね、身が縮まっていきますよね。そしたらまず膝のところをね、ぐっと押さえてます。はい。で、一回ひっくり返して、身のところも軽く火をね、入れてあげて、で、また膝しっかり押さえてます。ここをしっかり押さえるってことですよね。で、皮目の方をね、しっかり焼いていただいて、で、身の方もよく焼いていただければ、仕上がりはね、こんな風にね、しっかりカリカリになりますので。はい。まずはね、実演でございました。で、今回はですね、ちょっとこの部位のお話をします。まずこの、すねの部分ですよね。はい。こちらと上がももの部分になるんですけども、当然肉質がちょっと違うんですよね。ですので、我々プロなんかは、ここでもう切っちゃってますね。はい。で、上のね、もものところは、例えばチキンステーキだとか、ポワレにしたりとか、で、下の部分は煮込みに使ったりとか、もしくは唐揚げとか、そういう風なね、使い方なんかをしたりしてますね。では、こんな感じでね、実際にカットしてみました。で、当然ね、問題の部分のこの膝のところも取ってしまいますので。はい。ではね、こちら、もものところ、ちょっとね、チキンステーキにしてみましょう。で、こちらの方はまた別の料理にしてみます。で、塩コショウしたら水分出てきますので、よく拭いてあげて、で、こちらも同じようにコールドスタートで焼いてあげます。で、一度ね、身の方もこう色をつけてあげて、またひっくり返して皮を焼いて縮みを防いであげるということですね。いいですね。こんな感じで、もうね、ピシッとね、まっすぐに皮がいきますのでね、すごい焼きやすいですよね。で、こんな感じでもうしっかりね、パリッパリになりますので、はい。で、こんな感じでね、ソースなんか添えて、召し上がるのもいいんじゃないかなと思います。はい。で、逆にね、すねの部分なんかはこういった形でクリームシチューにしたりとか、フリカッセなんかもいいんじゃないかなと思いますよね。はい。美味しそうですよね。こんな感じですね。はい、ここからはですね、ちょっと丸鶏のおろし方を、ちょっとね、倍速で、ちょっと見ていただきます。まず今、ももを取ってるところですね。はい。で、今ですね、これから何をお見せしたいかということなんですけども、ももと胸肉で包丁の入るところが違うっていうところをまずお見せします。それはね、後半のお話のところで、必ず、点と点の話を線につなげますので、まずはちょっと見ていただいて、はい。で、今これからね、胸を分解していくところですね。で、よくある軟骨のところですよね。これを今取るところです。で、身をね、半分に分けて、で、今からあばらを取るところですね。あばらを取りまして、で、ここに三股のね、骨があります。こちらですね、三股の骨がありますので、これを今から取っていきます。で、手羽元を取ります。で、余分な油を取りまして、
で、ささみがね、ついてますので、ささみもね、取っちゃいますね。こんな感じです。これがよく皆さん知ってる胸肉の形じゃないですかね。ほとんど胸肉の身には包丁が入ることがないんですよね。はい。まあこれがささみですね。で、続きましてもも肉いきます。もも肉はもうすでにですね、ここの時点で骨に沿ってもうダイレクトに包丁を入れてるんですよね。この骨を取るためにどうしてもこの肉に自体の中側にですね、骨を包丁をこう入れていかなきゃいけないっていうところで、物理的にもうすでにですね、肉を切り込んでるっていう差があるんですよね。はいどうもお疲れ様でした。以上がね、実演パートでございました。で、ここからはね、ちょっとこう、専門的なところでお話ししたいなと思っておりますので、引き続き、よろしくお願いいたします。まずですね、まあ、焼くところのお話からちょっとね、させていただきたいなと思います。はい。で、まあ、こう、一枚、鶏もも肉をですね、こう一枚で焼くときに、どうしてもあそこの膝の部分ですよね。あそこが、まあ、皮が当たらなくて、まあ、フライパンの面の方に当たらなくて、こう、こう、プラ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 してしまって、こう、なかなか面に当たらなくて焼けないっていうことが、まあ、主な原因だっていうのが、まあ、視覚的に見て、分かっていただけたかなと思っております。はい。ですので、焼くときには、あそこに、まあ、こう、ターナーとか、まあ、正確にはこう、ペルテックスっていう名前の器具なんですけども、ああいう、まあ、何かしらね、押さえてあげて、で、焼いてあげれば、まあ、OK かなというところですよね。で、あとは、例えば、こう、ひっくり返したときに、こう、身から出たね、油のところを、まあ、あそこの膝のところにアロゼでね、こう、かけてあげて、で、皮をパリパリにする、なんてやり方もありかなと思います。まあ、もちろんそのやり方をやってる方もね、非常に多いんじゃないかなと思っております。はい。で、まあ、おそらくですね、重しをされてる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、私は、基本的に重しはしないですね。できればもも肉は、重しをしたくないっていう思いがあって、まあ、なんでかっていうところで、最後、後半のところに、丸鶏、丸々ね、こう、さばいて、鶏もも肉と胸肉の包丁の入り方をちょっとこう見ていただいて、いただいたんですけども、どうしてももも肉はさばくときに、身の方に、切れ込みを絶対に入れなきゃいけないんですよ。で、これをですね、綺麗に分解するっていうことがほぼ不可能で、で、もも肉の場合は身に、包丁の刃が入るっていうことがあまりないんですよね。なんですけども、もも肉に関してはダイレクトに刃がガッと入りますので、どうしてもですね、そこから、まあ、肉汁が出てしまうっていう、もう物理的にもうどうにもならないっていうところがありますので、そこにですね、さらにこの重しをしてしまうことで、まあ、さらにね、肉汁が出てしまうっていうところがありますよね。それがあるので、ちょっと私は、重しは避けてるっていう部分があります。ですので、まあ、原因である膝をしっかりね、当てて、フライパンの面に当ててあげれば、しっかり焼けますよっていうところをお見せいたしました。で、それと、もう一つなんですけども、私よくこの鶏肉なんかは、こうペーパーでね、一晩、こう水分を取るっていうことをやっているんですけども、これ、何をしているかっていうところなんですけど、まず一つ目は、バットの面に対して皮目を下にして、まず水分、を取ってます。で、そうすることで、まず皮面の方がしっかり平らになるっていうところがまず1点と、で、水分を取ることによって、まずですね、皮がブヨブヨになるっていう原因の一つが、水分が多すぎるっていうことなんですよね。で、その多すぎる水分の逃げ場がないっていうことで、蒸し焼き状態、まあ、フライパンの面とその皮の間で蒸し焼き状態が続いてしまって、結局こう皮がパリパリになる前にこうなんとなくこう身も焼けちゃったから引き上げてみたけども、やっぱり食べてみたら柔らかいなんかブヨブヨした食感になってしまうっていうところが原因の一つなんですよね。ですので、あそこの水分を一晩しっかり取ってあげれば、皮目がねパリパリとなって、かつ身のね火の入りもちょうどいい具合になるっていうところで、まず表面の水分をしっかり表面脱水をしてあげるっていうことが最大のコツの一つでもあります。
で、そこにプラス、膝をしっかりね、当てて焼いてあげれば、間違いなく一枚焼きでも綺麗にパリパリっとなりますので、ぜひぜひね、お試しください。はい。はい。もう一つは、まあ、部位ごとの、まあ、違いっていうところで、まずね、ここをちょっと見ていただきたいなと思うんですけども、せーの、ドン。はい。まずね、まあ、見ていただいて、まあ、ももの部分と、まあ、すねの部分で、身の縮み方が圧倒的に違うと思うんですよね。焼く前は、なんか上も下もね、もももすねのところも大体同じ幅ぐらいであったのに、なぜか焼くと、すねのところがギューッと小さくなってると思うんですよね。これはまあどうしても、このね、すねの部分っていうのは、筋がね、たくさん入っていて、筋肉質がより強い部分でありますので、まあ火を入れればギュッとね、締まってくるっていう、まあ特性があります。当然、まあ肉質も違うので、私なんかはこの、まあ、ももの部分のところを、まあ、切り分けて、で、上の部分は、まあ、ポワレとか、チキンステーキに使ったりとか、で、すねの部分は、まあ、煮込みだとか、まあ、例えば、唐揚げにしたりとか、まあ、いろいろね、こう、用途はあるんですけども、まあそちらで使わせていただいてるっていうような使い分けはしてます。もちろんね、一枚焼きでガツンと食べるのも好きなんですけども、もうね、私もそんなに若くないのでまあ、こういう風にね、切り分けてね、部位ごとにちょっと使い分けたりとかすることはありますね。はい。はい、以上がね、鶏もも肉の、まあ、焼き方の実演とご説明でございました。まあ、もも肉はですね、私よくまあ、骨付きもも肉なんかでね、出すことはあると思うんですけども、まあ、確かにね、こう、お客様サイドからすると、ちょっと食べづらいなっていうのはあるかもしれないんですけども、まあ、なぜ私がこう、骨付き肉を出すかっていうと、まあ、当然ね、肉汁が逃げないっていうのがまず一つと、やっぱり骨の周りにあるコラーゲンだとか、旨味も強いっていうので、まあ、よく好んで骨付き出すんですけどもね、いやー、皆さん骨付き肉って好きですか？私はね、大好きですね。はい。またね、まあ、小肉、まあ、開いたね、お肉では味わえない、このジューシーさっていうのが、まあ、骨付き肉のね、すっごい魅力だったりとかするんですけども、あれをね、まあ、こう出てきた時、やっぱちょっとテンション上がりますよね。はい。皆さんはね、どんな鶏料理好きですか？私はね、やっぱり、シンプルにマスタードで食べるのが好きですね。ぜひぜひ好きな食べ方なんかもね、もしありましたらコメント欄の方にご記入ください。それじゃあね、また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。